神ゲー名調のプレイヤブルキャラ53人を全部大紹介。推しを見つけて一緒に名調を始めようぜ。早速本編どうぞ。スイスイ、交流の首都名帝の名門一家の長女。自信に満ち明るく華やかで多彩、物事をテキパキと進める無臭証明商会の若き当主。お金を稼ぐことも使うことも好き。町の人々の活気を愛し大切に思っている。趣味は骨董品や書画を集めることで収集したものに関する物語を周囲の人に語りながら茶を振る舞うのが好き。10名の鳥を飼っていて常にそばにいる。名前は末餃子。ヤンヤン元霊、今州予期軍所属の少女。ヤンヤンの新たな姿で名調では初めての同一キャラ別形態。名帝の名門一家に生まれた次女でスイスイの妹。見た目も性格も真逆な姉のことを尊敬しており大切に思っている。新たな能力に目覚めても強く優しく気配りができるところは変わらない。日々剣の稽古も凧揚げも手紙も欠かさず、最近物語中主人公にずっと手紙を送り続けていたことが発覚し、プレイヤーを震撼させた。ルシア、ラハイロイにある巨大な学園都市スタートーチ学園の学園長。理想と現実を両方理解して行動する大人の鏡。生徒に接するときは友人のような姿勢で一人一人の悩みや不安に耳を傾ける伴走者として振る舞いつつ、自身の学園運営に反発する保守的な教授には毅然とした態度を貫いている。映画が好き。こんなにドスケベビジュアルなのに本編ではレベッカ、サイバーパンクエッジランナーズのコラボキャラ。好戦的で破天荒な性格だけどとても優しい心の持ち主でチームメンバーを大切に思っている。兄を亡くしているため大切な人を守るためには全てを投げ打つ覚悟がある。ラハイロイに来ても学生たちとすぐ馴染む。コミュ力の高さは健在。好物はピザ。エッジランナーズでちょっとレベッカの活躍が薄かったなと思ってる人めっちゃやれ。ルーシー、同じくエッジランナーズのコラボキャラ。高い技術を持つクールでミステリアスなハッカー。過酷な環境を生き抜いてきたので他者への警戒心が強いけど気を許した者の前では年相応にはしゃいだり笑顔を浮かべたりと表情豊かな一面あり。レベッカとはチームメイト。好きな飲み物はエナジードリンク。ちなみに名調コラボストーリーはエッジランナーズの後日談。果たしてデイビッドとは再会できるのか。あれ後日談だよね。ダーニャ、スタートーチ学園ボイドマター学部の学生。素直で愛らしく少し気だらけで語尾をですね、ですかと伸ばすあざとさの塊。甘いものが好きでお世辞やおねだりに弱いので、課題に行き詰まった学生がお菓子とともにおねだりしに来るとなんだかんだで答えてしまう一面も。なんだただの小悪魔か。映像で見えてる黒いダーニャモードについてはまあ。ひゆき、足の原を守護する巫女の最高地位である昨夜の巫女で、現在はラハイロイ特別対策班のメンバー。一人称はわらわ。冷静沈着で感情を表に出すことは少ないけど、足の原の民は仲間への慈愛に満ちた深い優しさを秘めている。ルシラーとは雇用関係に過ぎないと口では言いつつ一緒に茶をしばいてる姿が生徒から目撃されている。独特な味覚の基準を持っていて学食の新メニューの試食担当として重宝されてるけど、そのせいで学食の味が好転していない。チグリカ、スタートーチ学園の学生でラハイロイの原住民ロイ一族の少女。ロイ一族の中でも特に優秀な6人、ヘリオテック6候補者の一人で、生真面目で努力家でとにかくいい子だけど周囲の期待を裏切りたくないという思いから自分にプレッシャーをかけすぎてる一面も。ダーニャとは友達でニーヤちゃんシーちゃんと呼び合う中、ラハイロイにいる太陽の精霊たちも大切な友達だと思っている。友達は多い方がいいよね。リューク・ヘルセン、スタートーチ学園共鳴医療科の学校医。一人称は私。透明で穏やかな人格ながら意外にも極度の寂しがりや一髄という異常エネルギー流体を宿していて、その副作用で色覚がないので金色だけしか認識ができない。飴が好きでいろんな効果の飴を開発してよく生徒たちに配っていて、大体名調のサイドコンテンツや二次創作ではこの飴のせいでみんなひどい目に遭っている。エイメス、スタートーチ学園ラベル学部の学生。かつてラハイロイを救った超巨大ロボットエクソストライダーのパイロット候補生である敵格者の一人。十数年前にエクソストライダーを無理やり操縦した結果肉体が消滅してデジタルゴーストになってしまう。学生の時はフリートスノーフラッフという名前で学生シンガーとしても活動していた有名人。ラハイロイ編のキーキャラクターなのもあってこれ以上話せることなし。モーニエ、スタートーチ学園の教授でスペーストレック研究員の学者。学者になって最初に担当したプロジェクトで地下世界であるラハイロイに星空を作ることに成功させたが、その過程で起きた事故で両足を失い現在は義士で生活している。記憶を失う前の漂白者と知り合いで漂白者を先輩と呼ぶ。頭脳明晰だけど口下手で興奮すると誰にも理解できない難解な言葉でオタク語りし始める。リンネ、ネオユニオン出身でスタートーチ学園に在籍する女子学生。一人称は私。常にやりたいことに溢れた落ち着きのない性格で、先生が頭を痛めるほどのサボりの天才。性格通り趣味は多彩でハングライダーやらラーメン調理器を作るエンジニアだったり、空中に絵を描くグラフィティアーティストだったり、重度のバイク愛好家だったり。ラハイロイ編は彼女が乗ってるバイクに惹かれるところから幕を開ける。チサ、芦野原出身、スタートーチ学園工学部戦術開発学科の女子学生。慎み深く実直で凛とした性格。ハサミやチェーンソー型に変形する武器で敵を断ち切るぞ。生まれつき猫を引き寄せる体質。チョコレートスティックが大好き。本編では超ど真ん中すぎるビジュアルにたがわぬ超コテコテのギャルゲー展開が君を待っている。9円、交流出身、各地を渡り歩く孤高の剣客。鞘から刀を抜けば必ず血が流れると言われているほどの実力者。盲目でありながらもその人の過去とかすら見えちゃうので、心まで見通すものとか言われてイフされてるぞ。戦闘中
中に何酒飲んでるのと思ったらこれは持病に対処するための薬なんだって。ガルブレーナ、体内に飼っている化け物と拳銃を使って戦う永遠の悪魔兼デビルハンター。共存している化け物であるキメラに食べられないように化け物を飼ってそれをキメラに与え続ける必要がある。体内の豪華が燃え続けてる関係で冷たいものを食べるのが好きでアイスバーは一気に2本食べるぞ。デビルメイくらいまあユウのセブンヒルズという場所で運命を見通し予言を行う集団サトシの女。その中でも天才と呼ばれる女の子。月を模した弓とスケベな足を使った体術で戦うぞ。自由奔放、自分本位でおてんばだけど本編ではいろいろ覚悟決まって頑張るので注目だ。嫌いな食べ物は脂っこい肉料理、調味料の味が強いもの、臭みが残ってるもの、煮込みすぎてトロトロになった野菜や果物、要するにわがまま。オーガスタ、セブンヒルズの総督、いわば一番偉い人。見たまんまの通り高潔な性格。子供に優しそうに見えてやっぱり優しい。でもグラディエーターとしての好戦的な一面も持つ長剣使い。生まれつきの能力は大したことなかったけど血の滲む努力で頭角を現し、今やセブンヒルズの元老院の老人や出世を狙う部下に頭を悩ませる苦労人。さっきご紹介したユウノは唯一気が許せる中でオガユノは公式公認だ。クローバー、悪者集団フラクトシデスの女幹部っぽい人。名調で一番地止めが似合う女。コンダクターとしての過去を持つのか知らんけど手に持つタクトを振るい化け物を操っていろんな地域で混乱を巻き起こしているぞ。ちなみに声優が初音ミクと同じ方ですね。いろいろあって主人公にはただならぬ感情を抱いているようだけどそのあたりの経緯は本編を見よう。あと料理上手なんだって。ルパ、セブンヒルズのグラディエーターでエナドリの CM にも起用されるスター的存在。本編ではなんやかんやって主人公を相棒と呼んで尻尾振りながら一緒に闘技場で共闘してくれるぞ。曲がったことは嫌いだから闘技場での戦いに八百長を持ち込もうとする輩がいようもんなら絶対許さねえ。犬みたいで可愛い。シャコンヌ、リナシータの各地を自由に旅する銀融詩人。明るく紳士で情熱的。彼女が紡ぐ詩は聖女と英雄の輝きをたたえ、人の営みに宿る奇跡や混沌苦しみ、さらには死や離別さえも要するに色々歌うんだって。戦闘中に必殺技を使うと妙に癖になる歌を披露してくれるぞ。はあたったらったた。カルテジア、リナシータの神っぽい存在インペラトルと悪い神っぽい存在レビアタンの力を合わせ持つどう見てもキーパーソン的な聖女。いろいろあって可愛いロリ形態とフルールドリスという巨女形態があり一粒で二度おいしい。超然とした雰囲気に人形遊びが好きとかのあどけなさも共存していて一粒で二度おいしい。ちなみに名調で一二を争うバカ売れキャラ。やっぱり最後に勝つのは騎士カルテジアです。カンタレラ、ドスケベクラゲ女。リナシータという地域の名家フィサリアファミリーの第36代当主。ポルトビーノ城でリナシータの秩序と安寧のために策略を張り巡らせているドスケベ悪女と見せかけて実はめっちゃいい人と見せかけてやっぱりドスケベ五感を奪ってカルロッタ、リナシータでフィサリアファミリーと並び名家とされるモンテリファミリーの次女。表では優れた審美眼を持つ投資家として社交と取引の場を行き来しながらも裏では公にできないトラブルを次々と解決する呪術界。フィサリアファミリーの当主カンタレラとはちょっとした緊張関係。カンタレラを差し置いて人気キャラの証ともいえる水着スキンあり。許せん。ジャンニー、リナシータ最大手の銀行アベラルド銀行の行員で金庫や輸送の護衛を担当する防衛課所属。モンテリファミリーの担当職員だけあってカルロッタとは仲良し。定時退勤と有給を求めテキパキと職務を遂行し最優秀社員賞に選ばれる有能社員だけど私生活はやや怠惰。強くてかっこよくて面倒見も良くてエッチ。こちらも一二を争うセールスを誇った名調屈指の人気キャラでございます。フィービー、リナシータの神っぽい存在インペラトルを信仰する宗教団体委員会教団の次妻。そして旅行者に歴史とか語るガイド役。超正統派の金髪美少女美女にたがわる超正統に慈愛の心を持った性格で超正統にステッキ振り回して魔法使いっぽく戦うぞ。シナリオ上はザンニーと一緒に行動することが多くてゲームシステム上の相性も二重丸。フィービー、ザンニー尊いんじゃ。ロココ、大型船で海運業を営む巡回劇団の副キャプテンにして各地で劇を披露する愚者の劇団の2番手。万能の小道具師兼即興コメディアン。劇場では卓越した芸で観客を喜ばせる一方私生活は一変してヒリアで口下手。あまり感情を表にすることもなく化け物のペロと一緒に無限大に近い空間、要は4次元ポケット的なスーツケースの中に住んでいる。グラント、大型船で海運業を営む巡回劇団のキャプテンにして各地で劇を披露する愚者の劇団の1番手。気ままで奔放自由を愛するけど誰に対しても真摯に振る舞う人気キャラ。あとはもう見たまんまだよ。椿、体から鶴を生やして攻撃やら捕獲やら行う女。秘密結社ブラックショアの一員。ビジュアルやら CV やら見るからにヤンデレそうに見えるけど名調は基本的に裏切らないので主人公に矢印向いてる見たまんまのヤンデレ戦闘狂。つば九郎のような奔放な動きをする椿のぬいぐるみが公式ミーム化していておもちゃにされてるぐらいの人気キャラ。ショアキーパー、秘密結社ブラックショアの創設者であり主人公の正体について他のキャラより何段も深く知っているまさに正妻。バージョン1のシナリオのキーパーソンの一人。ピアノを弾くのが好きでブラックショアを背景にピアノを弾くショアキーパーの絵は名調のビジュアルの素晴らしさを象徴する一枚。実装から1年経ってるにもかかわらずシステム面でも未だなお最強格のバッファー。初心者旅立ちガチャは誰弾けばいいって？ショアキを弾け。
総理を本州なんたら研究員の首席研究員にして最年少の全学科研究者にして名称では珍しく星5なのに無償配布されたキャラ。温厚で礼儀正しい性格から人望も厚く、かと思えば義手を高速製氷機にアレンジして人々を楽しませるユーモアを持ち合わせている。要するに見たまんまの万能キャラクター。オリエ、物静かな恥ずかしがり屋で口下手な絵師。ただ絵に関しては真剣そのもので強いこだわりと愛情を持つという、これも見たまんまのキャラクター。星5キャラの中では現状唯一のメガネキャラ。本州で最も権力そして重い責任を負っているレインという地位の女性でバージョン1のキーパーソンの一人。生まれつきの強運持ちで好きな食べ物である小籠包から食べたい具材をすぐ選び出すことができるらしい。なぜ竜と一緒に写ってるかというと、そこは本編で。この辺りのキャラは実装時期がかなり昔なので、何を言ってよくて何がまずいかあんま覚えてないのが正直なところだ。調理、本州で参事を務める軍師的なポジでありながら、剣術に長けながら数々の人間の性癖を破壊したドスケベ先生。先ほどご紹介した今氏の師匠にあたる人。一人称がわらわであるものの、それ以外の喋り方は至って普通のお姉さん。体温が高すぎるためかすぐ溶けちゃう氷菓子が食べられない。当然の人気キャラで水着スキン完備。水着スキンを着用することで加熱したスケベはツインリン。元治安省の順位。ある事件のためにその身分が失われるも、今もなお独り身である悪を追っている。ド S そうな美女をしていて、そこはそんなに間違ってるわけではないが、しかし主人公に対しては甘々。貴園、元医者、現将軍。長き夜と共に歩む、それが俺の生き方だって言ってた。あんこ、秘密結社ブラックショアのメンバー。幼い少女で明るく活発な性格。ぬいぐるみのメイと一緒にいて、一人の時はよくお話をしている。ちなみにここから5名はガチャにおけるすり抜け枠、要するに迎え入れやすい。ベリーナ、植物の知識量なら誰にも負けない幼女。見た目に反して声が若干低いのが可愛い。すり抜け枠の中では比較的性能が高いヒーラー兼バッファーで、外れ界の中でも当たり扱いされがち。林業、獅子舞の開演なら誰にも負けないショタ、通称獅子舞。決してキャラクターに罪はないが、ガチャがすり抜けた瞬間に聞こえる獅子舞の開演だが人々に絶望をもたらす関係で、名調でおそらく最もヘイトを集めてる一人。阪神、憲法使いの同志で気さくな茶屋の店員。名調では結構珍しく中性的なキャラだが、すり抜け枠の宿命。キャラが悪いんじゃない、すり抜けシステムが悪い。カカロ、国際独立傭兵組織幽霊猟犬の団長。すり抜けシステムが悪い。脅迫者、主人公のこと、男女選択か。ある謎の存在によって名調の舞台である惑星ソラリスに使わされ、気づけば生き倒れていた人。ここまでの経緯も自分のことも記憶喪失になったので、自分の過去と正体を求め様々な者たちと出会いながら、悪者や悪い事象に立ち向かう旅に赴くというのが本作のストーリー。端正な顔立ちで振る舞いも喋り方も癖はないけれども、実は結構独善的だったりするので、プレイヤーの分身というよりは登場人物みたいな感じ。ただの旅する無臭の同志だよ。もう大丈夫この光であなたを守ってあげる。シシ、泥棒ごときに捕まるとでも思った？流れ息を頼りにここまで来ました。これからの旅は共に参りましょう。正義の味方しかここに参上。過疎研究員所属白紙よ。この出会いの意味を見せてもらいましょう。あなたが悪事に手を染めない限り、この刃と相対することはないでしょう。漂白者、久方ぶりね。これからしばらくの間、ご英訳を担当させてもらうわ。これはごひいき様、今日は何がご入り用で？いつものおしゃべりタイムね。今回のお悩みは？トレーニングでも健康管理でも大歓迎さ。俺がお宅は結構です。合理的なオーダーであればこの手で実現させてやりましょう。以上53名名調プレイヤブルキャラの紹介でした。推しは見つかりましたでしょうか？お、このキャラええやんけって見つけた方、次はこの動画、名調今から始めて間に合うのか動画をご視聴いただき、もし共感できるようであればダウンロード。名調を始めた後は累計15万回再生されている世界一わかりやすいスタートアップガイドを片手に快適に名調を楽しんでもらえればと思います。皆さんの推しキャラは誰でしょうか？ぜひコメントで教えてください。今後も名調しゃぶる動画ガンガン出しますので、よろしければチャンネル登録お願いします。動画化に足らない小ネタは X で語ります。そちらもフォロー何卒お次なし。